今回は、1泊2日で夏休みにおすすめの青森のスポットを巡っていきます。今回は、先に宿泊するホテル、アパホテル青森駅東に荷物を預けながらルームツアーを終えたので、これからねぶた祭りのルートをカーシェアでドライブしながら巡っていきます。青森ねぶた祭りは、この辺りから出発して、一周していきます。昨年は、初参加でしたが、今後も機会があれば見てみたいものですね。それでは、カーシェアを無事に返却したので、これから青森市内にあるパワースポットに向かいます。このような路地を歩くのもディープでいいですね。偶然、高収入求人のバニラのトラックに遭遇しました。このようなラブホテルも青森駅周辺にあります。いつかは、泊まってみたいですね。こちらは、青森市内にある神社、不動神社です。これから、境内に入っていきます。こちらの神社は、家内安全、交通安全、商売繁盛の神として、青森では人気があります。それでは、これからお参りをしたいと思います。今後、良いことが起きるように祈りました。周辺にも、池など美しい景観があります。それでは、もうすぐ夕食の時間になるので、夕食をとる場所を探します。最近、青森市内最高層のビル、アスパムの最上階にバーがオープンしたので、そちらに向かいます。バーへは、こちらのエレベーターで向かっていきます。エレベーターからは、このように青森湾を一望することができます。ようやく、最上階、14階のバーに到着しましたが、まさかの日曜日は定休日でした。ショックです。その後、気を取り直して夕食を取れる場所を探しています。探していたら、偶然全国チェーンの大戸屋があったので、そちらで夕食にします。料理よりも先に、ハイボールが届いたので、ハイボールを注いでいきます。今回は、夕食らしく見せるために、このようなメニューにしました。それでは、乾杯。ちなみに、翌日はレンタカーでドライブですが、12時間後になるので、大丈夫です。こちらの丼は、チキンと野菜がふんだんに使用されており、
まるで居酒屋のメニューのような感じです。ご飯を白米ではなく、健康のためにこのような感じにしました。味噌汁もついているので、見栄えします。ごちそうさまでした。どれも美味しかったです。その後、ホテルに戻り寝ました。おやすみなさい。そして、翌日。アパホテル青森駅東の朝食をとっています。朝食には、青森ご当地のメニューもあります。無事、朝食をとったので、チェックアウトします。その後、レンタカーを借りるために新青森駅まで電車で向かいます。無事、レンタカーを借りたので、これから弘前方面に国道7号線を走って向かいたいと思います。ちなみに、国道7号線を長距離走るのは今回が初めてです。遠くに岩木山が見えました。ただ、今回は弘前市に行くのではなく、途中で曲がって板柳町にある最近できたリンゴのテーマパークに向かいます。まもなく目的地に到着します。こちらがリンゴウォークというリンゴ農園や資料館、宿泊できるコテージ、レストラン、温泉、お土産や子供たちも遊べる遊具がある最近オープンした小さなテーマパークです。それでは、これからどのような感じかダイジェストに紹介したいと思います。こちらでは、温泉や食事を堪能できるレストランがあります。こちらのモニュメントは、撮影におすすめです。さらに奥に進むと、遊具がある公園や、バッテリーカーがありました。それでは、
いい中年の大人ですが、バッテリーカーに乗ってみたいと思います。ちなみに、料金はワンコイン、100円という良心価格です。体重が重い人はわからないですが、私の場合は、このように無事、動きました。普段は、一般道でがっつりドライブしているからか、ゆっくりと感じますが、このような道心に帰るのもおすすめですね。隣には、このように小さな池もありました。それでは、これからお土産屋を見ていきたいと思います。お土産は、このようにリンゴに関するお土産が多かったです。こちらは、コテージです。なお、実際に宿泊できるようですが、なんと、温泉にも入れて驚きの安さになってます。次は、青森市浪岡にある道の駅に向かっていきます。道の駅へは、このように裏道を使った方が渋滞を避けることができるのでおすすめです。ようやく、道の駅浪岡、アップルヒルに到着しました。それでは、これから昼食をとりたいと思います。こちらが、道の駅のレストランです。
一般的なメニューを中心に、一部青森らしいメニューもあります。なお、こちらのレストランでは、道の駅としては珍しくドリンクバーもあります。今回は、カツカレーですが、カレーのルーに青森のリンゴを使用していますので、こちらを食べます。予想よりも、辛みが効いていました。その後、無事にレンタカーを返却しました。皆さんも、夏休みなどの参考にしてみてはいかがでしょうか。興味を持った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。